今回はペンシルベイトです。 UV レジンを購入したので、これを使って1日でルアーを作ります。今が8月14日の6時42分。6ミリ厚のバルサ材で幅15ミリに切り出されたものがあったので、これを使うことにしました。ボールペンでバルサ材にペンシルっぽい側面系を直接記入し、適当な長さに切断します。切断はカッターナイフでバルサ材の表面に切り込みを入れて折るという単純極まりない方法を採用しました。切り込みを4面すべてに入れてから折ることで、斜めに折れて使えなくなることを防いでいます。こんな感じです。2つ必要なので、もう1つを同様にして切断します。ボールペンに沿ってカッターナイフで切削し、側面系を切り出します。使っているバルサ材が比重 0.09 とバルサ材の中でも軽いものであるため、柔らかく切削性がいいので、力を入れなくても簡単に切削できます。キレが悪いようなら、カッターナイフの刃が傷んでいます。交換してください。切れない状態で作業を続けると怪我の原因になります。片側が大体の形に切削できたら、もう一つのバルサ材と重ね合わせ、ボールペンで側面系を転写します。転写ができるとこんな感じです。こちらもボールペンのアウトラインに沿ってカッターナイフで切削します。切削が終わった2枚のバルサ材を重ね合わせます。待ち針を2本用意し、待ち針を貫通させることで仮固定します。こんな感じです。重ね合わせたバルサ材をカッターナイフで同一形状に切り揃えます。どちらかに揃えるのではなく、互いの大きい側を小さい側に揃える形で進めます。120番のサンドペーパーでサンディングし、側面系を仕上げます。待ち針が飛び出ているので、手に刺してしまわないように気をつけてサンディングします。側面系の成形完了です。待ち針をバルサ材から引き抜き、ルアー背面と腹側にマジックでマーキングを書き込み、内側を明瞭にし、左右を分離します。ありがちな位置にラインアイとフックアイの出口をボールペンで記入します。この時、ルアーの内側にもアイの位置を記入しておきます。フロント側のフックアイはやや後方に設定した方がラインを拾いにくくなります。スケールを使ってラインアイ位置とリアフックアイ位置を直線で結び、フロントフックアイ位置を延長します。ボールペンでの記入が終わったら、もう1枚のバルサ材をマーキングに合わせて重ね合わせ、アイの位置を転記します。ここでの転記は外側だけで問題ありません。転記できたら 1mm 径のステンレスバネ線を曲げ加工します。まずラインアイを作ります。ワイヤーの端から 60mm 程度の位置を丸ペンチで挟み、曲げ加工し、ワンステップルーパーでアイ形状を作ります。ボールペン書きしてあるボディにワイヤーを重ね、フックアイ位置にアイが配置できるようにワイヤーにマーキングします。マーキングを参考にして丸ペンチで曲げ加工し、ワンステップルーパーでアイ形状を作ります。リアフックアイも同様にマーキングを参考にして丸ペンチで曲げ加工をし、ワイヤーの不要部分をワイヤーカッターで切り取り、ワンステップルーパーでアイ形状を作ります。ラジオペンチとペンチでラインアイと2つのフックアイの開口部を閉じ、貫通ワイヤーの全体形状をルアーボディ内部に収まるように整えます。曲げ加工が終わるとこんな感じです。1.5 号の割り菱が手元にあったので、これを切断してウエイトに使います。多分 3g ちょっとのウエイトが必要になると思うので、ウエイトの合計が 3.2g から 3.5g 程度。バルサ材の比重を考えると分散配置が好ましいので、1g ちょっとと 2g ちょっとの2つのウエイトを切り出すことにしました。
貫通ワイヤーの I の口をハンダ付けして固定します。固定する部分にフラックスを塗布し、小さく切り出したハンダを乗せて小型バーナーで加熱し、ハンダを行き渡らせます。3箇所の I すべてをハンダ付けします。貫通ワイヤーのハンダ付け完了です。ハンダ付けが終わった貫通ワイヤーをバルサ材で挟みます。この時バルサ材の I のマーキングに貫通ワイヤーの I を合わせます。当て木を使ってバイスにセットします。よく締め込んでしばらく静置し、バイスから外します。バルサ材についた貫通ワイヤーの跡をマジックで明確にします。これはバルサが復元することで貫通ワイヤーの設置場所がわからなくなることを防ぐためなので、2つのバルサ材の両方にマーキングします。バルサ材にマーキングできたら、貫通ワイヤーに重りを取り付けます。フロントフックアイの分岐点のラインアイ側に 1.3g、 リアフックアイの折り返し部分の前側に 2.2g の重りをかぶせ、ペンチでかしめ固定します。貫通ワイヤーをバルサ材に重ね、重りの外形をボールペンでバルサ材に転記し、ウエイト位置を決定します。この転記作業も左右両方のバルサ材に行います。貫通ワイヤー取り付け溝をリューターを使って彫り込みます。先端工具はダイヤモンドビット、球径 1.5mm でバルサ材のマーキングに沿う形で彫っていきます。両方のバルサ材に貫通ワイヤー取り付け溝が彫れたら、先端工具を砲弾型 4mm のダイヤモンドビットに交換し、ウエイトホールを彫り込みます。ウエイトホールはぴったりに合わせる必要はありません。少々大きくても問題ありません。片方のバルサ材へのウエイトホール加工が終わったら仮組みして確認します。問題なく組み立てられるようなので、残ったバルサ材にも同様にしてウエイトホールを彫っていきます。仮組みして確認すると若干開きますが、なんとかなりそうなのでいいことにして仮組みを解きます。エポキシ接着剤でボディを貼り合わせます。主材と硬化剤を同量混合し、バルサ材の内側、接着面全体に塗布します。接着剤はウエイトホールにもしっかり充填しておきます。エポキシ接着剤の塗布が終わったら、ウエイト付きの貫通ワイヤーを組み合わせます。もう一つのバルサ材内側にも同様に接着剤を塗布し、2つのバルサ材を貼り合わせます。はみ出したエポキシ接着剤をティッシュペーパーで拭き取ります。当て木で貼り合わせたバルサ材を挟み、バイスに加えます。バイスはしっかりと締め込み、締め込んだ状態で1時間ほど静置します。1時間ほど経過し、エポキシ接着剤が硬化したら、バイスから外し、カッターナイフではみ出した接着剤を切除します。だいたい接着剤が切除できたら、120番のペーパーでサンディングします。腹側はフックアイを避けてサンディングするので、段ができてしまわないように注意してサンディングします。サンディングが終わったら、背面側にボールペンで平面形のアウトラインを記入します。インクののりが悪い場合は切り子が残っています。掃除しましょう。平面形のアウトラインに沿ってカッターナイフで余分な部分を粗取りします。いっぱいまで切除してしまうと後で調整できなくなるので、若干残して切削します。粗取りが終わったら、120番のペーパーで平面形を仕上げます。左右で平面形が違ってしまわないように調整しながらサンディングします。断面形の成形をします。カッターナイフで角に C 面を取る感じで切削します。
今回は顎の部分を平面的にすることにしたので、顎部分だけは角を残し、他の部分は多角形状に削り取っています。カッターナイフでの切削はこの程度までです。ここからはサンドペーパーで R をつけていきます。サンドペーパーは120番です。断面径の成形が終わるとこんな感じです。全長は 75mm になりました。リアフックアイをバイスプライヤーで加え UV レジンを塗っていきます。初めて使うのでこのレジンが一般的な使用感なのか分かりませんが、粘性はかなり高く勝手に馴染んでいく様子はありません。仕方がないのでイージーコーティングスティックで塗り伸ばします。何度か UV レジンを追加して塗り伸ばしますが、均一に塗れる気配がありません。エポキシレジンは温めると流動性が高くなるので、ドライヤーで温めてみることにしました。温めると流動性は上がりますが、この方法では均一にコートできなそうです。難しいですね。皆さんどうやっているんでしょう。それでもなんとなくコートできたので UV ライトを照射して硬化させます。そのまま置いておくと腹側のレジンが固まらない気がしたので、なんとなく回してみます。見た目で硬化状況がわからないので3分ほど照射した後に触ってみました。硬化していたので120番のサンドペーパーでサンディングします。表面がある程度平滑になったらサンドペーパーを400番に変更して120番のペーパー目が消えるまでサンディングします。400番のペーパーがルアー全体に当たり120番のペーパー目が消せたらサンディングは終了です。粉塵をしっかり除去しておきます。アイホールを加工します。マジックでアイを取り付けたい位置に実際に取り付けるルアーアイよりも少し大きくマーキングします。今回のアイは 3mm なので流ターにダイヤモンドビット球形 3mm を取り付けアイホールを掘っていきます。マーキングより少し小さく深さ方向に 0.7mm 程度切削できたらダイヤモンドビットを円柱形の 3mm に変更しマジックで描いたマーキングがなくなるまで切削して仕上げます。切削が終わるとこんな感じです。瞬間接着剤を流して硬化促進剤で固め防水します。瞬間接着剤が硬化したらアイホール周辺を400番のサンドペーパーでサンディングしアイホールの中の毛羽立ちをダイヤモンドビットで軽く削ります。ダイヤモンドビットの切削でできたバリを400番のサンドペーパーで削り落としたら下地処理は終了です。ここまでで約4時間かかりました。白色を塗装します。使用塗料はラッカー塗料の白色です。ラッカーシンナーで牛乳より少し緩い程度に希釈して吹き付けます。エアブラシはノズル口径 0.23mm のダブルアクション、エア圧は 0.2 メガパスカルです。白色が塗装できたらミスターカラーのホワイトパールを塗装します。希釈にはラッカーシンナーを使っています。続いて蛍光イエローをルアー背面に吹き付けます。薄く少しずつ重ね希望の色にできたらやめる感じです。頭の部分に蛍光グリーンを塗装します。こちらも蛍光イエローと同様に少しずつ重ねて塗装していきます。最後に蛍光オレンジをルアーの顎部分に塗装しカラーリングは終了です。トップコートは2液ウレタン塗料エコロックハイパークリアーです。当初トップコートにも UV レジンを使う予定でしたが想定よりも粘度が高くムラなく塗り伸ばせずうまくコートできるめどが立たなかったので諦めました。今回は諦めましたが UV レジンの硬化速度は魅力的です。方法を考えて再度挑戦しようと思います。
11時28分、トップコート完了です。1時間ほど乾燥させたら、ルアーアイを取り付けます。アイはバスデー製の 3mm です。塗膜硬化していないので、ルアー本体を触らないように取り付けます。取り付けができたら、食器乾燥機に投入、強制乾燥します。14時51分でした。3時間ほど強制乾燥すると、二液ウレタン塗料が初期効果を終えるので、食器乾燥機から取り出して、ラインアイとフックアイについている余分な塗料をアートナイフで削り落とします。ルアー本体とアイの境界に切り込みを入れてから、刃先で引っ張るようにして塗料を取り除きます。間違って手を切ってしまわないように気をつけて作業します。フックを取り付けます。フックはオーナー針カルティバ STX45ZN の10番で、スプリットリングは2番です。動画では8番のフックをつけていますが、少し重く淡水に浮かせるとほとんど水面にルアーが出ない状態だったので、フックサイズで調整しています。取り付けが終わるとこんな感じです。スクリーンショットを撮り忘れましたが、18時40分だったと思います。動画でのルアー重量は 7.4g ですが、重量もフック変更の影響で変化し 7.3g になりました。今回の動画はここまでです。面白かった、参考になったなどありましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。